皆様こんにちは、セリナです。今回は一番落ちないのはどれ？ツヤ質感の落ちないリップ10種類を徹底比較していきたいと思います。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今年はシャネルの 2-in-1 の落ちないリップや9月に登場したディオール、そして発売以来現在も大人気の RMK など特にツヤ質感の落ちないリップが人気になりましたよね。今回は SNS などで名前が挙がっていたツヤ質感の落ちないリップ10種類の塗り心地、香り、塗りたてのツヤ感についてティッシュへの色移り、ティッシュオフ後の色残り、そして飲食後の色残りをご紹介していきます。少しでもリップ選びの参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューはもちろん、人気アイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回比較していくリップはこちら。RMK デューイーメルトリップカラー10桜シーン。ディオールルージュディオールオンステージ120アイコニックローズシャイン。ルナソルユージングカラーリップス02ベアクラシック。カネボールージュスターバイブラント V07 インモストデザイアー。シャネルルルージュディオウルトラトゥニュ69テンダーベーシュ。イヴ・サンローランボーテ YSL ザインクスビニルクリーム440ブラッシュコネクション。シュウエムラ気抜きやグローアップクリーム PG938G ルージュミラーシュ。アディクションリップセラムティント011ヌードピンク。エレガンスクラルテルージュビジュ11。スナイデルビューティーピュアリップティント N01 ペールピンク。以上の10種類です。まずは腕への装置で塗りたて、ティッシュオフ後、クレンジング後の違いを比較してみたいと思います。塗りたてはこんな感じです。シュウエムラとアディクションはシアーな質感なので、重ね塗りをしても他のリップよりも透け感が残ります。そしてシュウエムラとアディクションには微細なラメが入っています。ティッシュオフ後はこんな感じです。全体的にしっかり色残りしていますが、特にリキッドタイプの6つが綺麗に残っています。ティッシュへの色移りはこんな感じで、シャネルは透明なグロスのみがついて全く色移りしていないのがわかりやすいと思います。シュウエムラも色移りが気になりにくいです。続いてポイントメイクリムーバーを使ってコットンでオフしてみます。1度目だと全体的に残っていますが、2度目はこんな感じで、シャネル、イヴ・サンローランボーテ、RMK、ディオールの色持ちの良さがかなりわかりやすいと思います。3度目だとこんな感じで、やはりシャネル、RMK、イヴ・サンローランボーテがかなり色持ちがいいと思います。エレガンスとスナイデルビューティーも肌を染めて色が残っている感じがしました。では、10種類のリップの塗り心地、香り、塗りたてのツヤ感、ティッシュへの色移り、ティッシュオフ後の色残り、そして飲食後の色残りを見ていきたいと思います。まずはデパコスの落ちないリップの中でも特に人気が高い RMK からご紹介していきます。RMK はみずみずしくて軽やかな塗り心地です。落ちないリップというよりもツヤ系の保湿リップのような塗り心地で乾燥が気になる時にも塗りやすく、ベタつきも感じにくいです。無香料タイプなので香りが苦手な方にも使いやすいと思います。引きで見るとこんな感じです。みずみずしく滑らかな塗り心地がそのまま仕上がりにも反映されているような軽やかなツヤ仕上がりで芯を問わずに使えるような発色とツヤ感です。元の唇の色素をしっかり覆ってくれますが、重たくならないところも使いやすいポイントです。では塗ってから少し時間が経ったのでティッシュオフしてみたいと思います。しっかり発色してツヤツヤに仕上がるタイプですが、テ
ティッシュへの色移りは比較的少なめな印象です。ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。しっかり色が残っているのはもちろんですが、ツヤも綺麗に残っているのが RMK の特徴です。ティッシュオフをしてもツヤを綺麗に保ちたいという方にとてもおすすめです。では、飲食後の色持ちも見ていきたいと思います。一度塗ってティッシュオフをして、再度塗り重ねた状態で色持ちを見ていきたいと思います。飲食後の色残りはこんな感じです。塗りたてと比較をしてもツヤが落ち着くだけで色味はかなりしっかり残っていると思います。ムラになることなく均一に色残りしてくれるところもさすがです。塗りたてのみずみずしいツヤ感は抑えられますが、それでもマットによることなく綺麗にツヤも残ってくれます。時間が経ってもみずみずしい保湿感がきちんと持続してくれるところも魅力的です。続いては今年の9月に登場して以来、欠品が続くほど大人気となっているディオールをご紹介していきます。ディオールはしっとりしていて強い膜感が唇にピタッと密着するようなタイプです。ローズとバニラを合わせたような香りがついているので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。着てみるとこんな感じです。先ほどご紹介した RMK よりもさらにツヤ感が強く、光を反射するような立体的な唇に仕上がっているのがわかりやすいと思います。今回使用している120はシリーズの中ではかなり淡めの方ですが、それでもこのくらいしっかり発色を楽しむことができます。発色の良さや鮮やかさ、立体的なプルンとしたツヤ感を求める方におすすめです。ではティッシュオフしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。高発色で膜感も強めなので、ティッシュへの色移りはかなり気になるタイプです。唇の色残りはこんな感じで、塗りたての強いツヤ感は抑えられますが、それでもきちんとツヤは残っているのと、鮮やかではっきりした色味はそのまま残ってくれます。ティッシュオフをしてもくすまずに鮮やかさや発色の良さを保ちたいという方におすすめです。では再度上から塗り足して、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色残りはこんな感じです。高発色でツヤツヤだった塗りたての状態と比較をすると落ち着いている感じはしますが、きちんと色味も残っていて、くすまずに鮮やかさを保ってくれるところがディオールの特徴です。ただ、唇の中心が薄まってしまったり、少しムラができてしまうところが気になるポイントかなと思います。時間が経ってもパサつくことなく、適度な保湿感も保ってくれます。くすまない鮮やかさを持続させたいという方におすすめです。続いては、スティックタイプの中でも落ちにくいと人気のルナソルをご紹介していきます。ルナソルは RMK とディオールのちょうど中間的な塗り心地で、みずみずしいですが唇へフィットするような適度な膜も感じられます。香りは無香料タイプです。引きで見るとこんな感じです。塗り心地もちょうど RMK とディオールの中間という感じがしましたが、仕上がりもディオールの発色の良さとRMK のみずみずしいツヤ感を掛け合わせたような、しっかり発色するけれどツヤツヤしすぎない、とても使いやすいツヤ感だなと思います。RMK よりも唇への密着感が欲しいけれど、ディオールだとツヤが強すぎるという方に使いやすそうです。ではティッシュオフしてみます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。こちらは比較的色移りが気になるタイプかなと思います。ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。塗りたてのみずみずしいツヤ感はかなり落ち着きますが、色味自体はしっかり唇に定着している感じがします。では上から重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色持ちはこんな感じです。塗りたてと比較をすると色味もツヤ感も抑えられる感じはしますが、全体的に均一に薄まるような感じで、とても綺麗な落ち方だなと思います。ツヤも適度に残っているので、とても使いやすい印象です。色味やツヤ感が抑えられても適度に膜感のあるみずみずしい保湿感は持続するので、乾燥が気になる時にも安心して使いやすいと思います。スティックタイプ、最後はカネボウをご紹介していきます。カネボウはオイル感と膜感がかなり強く、唇にピタッと密着するようなタイプです。無香料なので香りが苦手な方にも使いやすそうです。引きで見るとこんな感じです。発色自体はシアーですが、光をしっかり反射してグロスを塗った時のようなプルンとした唇に仕上がります。程よく唇の透け感を残しつつも立体的でぷっくりした唇に仕上げたい方におすすめです。ではティッシュオフしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。結構しっかり色が移るタイプです。
ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。塗りたてのツヤ感はかなり抑えられてしまいますが、色味は本当に残っている感じがします。では塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色持ちはこんな感じです。色味、ツヤ感ともにかなり薄まっている感じがします。カネボウは飲食前のティッシュオフの時点でも色が取れやすいなと感じたので、摩擦に弱いタイプのリップなのかなと思います。ただ、リップが落ちた後もしっとりした保湿感は持続しているので、色持ちというよりもツヤツヤでしっとりした質感のリップをお探しの方にとてもおすすめです。ムラになる感じもしないので、塗り直しもしやすいと思います。では、ここからはリキッドタイプのリップをご紹介していきます。まずは、リキッドの中でも特に落ちないと人気のシャネルです。シャネルはマットのリップカラーと透明のグロスの 2-in-1 タイプになっています。まずはマットのグロスを塗っていきます。塗りたてはクリーミーですが、少し時間が経つと唇にピタッと密着します。マットリップのみの状態だと少し乾燥が気になる印象です。透明のグロスはベタつきが一切なく、バームのような保湿感があります。グロスを重ねることでしっとりうるうるの唇に仕上がります。バニラのような甘めの香りが結構しっかりします。引きで見るとこんな感じです。透明のグロスはベタつきが一切ないのに、重ねると光を反射して立体的なつるんとしたツヤツヤな唇に仕上げてくれます。このシャネルらしい立体感のある仕上がりもとても綺麗ですよね。近くで見るとこんな感じです。最初に重ねたマットのリップカラーは唇全体をしっかり覆うように発色してくれます。上からグロスを重ねることで乾燥感もなくしっとりした唇に仕上がります。ではティッシュをしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。上から重ねた透明なグロスのみが映ってリップカラーは一切ついていないですよね。シャネルはこの色移りのしにくさも人気のポイントです。ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。グロスがオフされるので塗りたての強いツヤ感は抑えられますが、それでも程よい立体感とツヤ感は残っています。ベースに塗っているリップカラーは一切落ちていなくて、色移りにもかなり強いです。では、グロスのみ上から塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。はい、飲食後はこんな感じです。飲食をすると上に重ねた透明なグロスが完全に落ちるので、ツヤ感がなくマットな質感に変化します。ただ、色残りはかなり良くて、唇の内側は少し色が抑えられている感じはしますが、全体的に均一にカラーが残ってくれます。グロスが残っている間は保湿感も持続しますが、グロスが完全に取れてしまうと乾燥が気になるので、保湿感を持続させたい方はグロスのみをこまめに塗り直しするのがおすすめかなと思います。グロスを塗り直すとこんな感じで、塗りたての時のような仕上がりが復活します。唇にしっかり色味を残したい方、ティッシュやマスク、カップや食器などへの色移りをしっかり対策したい方に特におすすめです。続いては、手元での検証の時にかなり色残りが良かったイヴ・サンローランボーテです。サンローランは重さやベタつきを一切感じないみずみずしい薄い膜が唇にピタッと密着します。みずみずしいのでパサパサに乾燥する感じはないですが、オイル感は少ないので、かさつきや皮むきが気になる時には少し注意が必要かもしれません。フルーティーで少しパウダリーな香りが結構強めに感じられます。着てみるとこんな感じです。唇をしっかり染め上げるような発色の良さと、パリッとした光を反射するような立体的なツヤがとても綺麗です。近くで見るとこんな感じです。唇の色素をしっかり覆いつつ、立体的なツヤを楽しめます。濡れツヤ質感とはまた違ったこの絶妙なツヤがものすごく特徴的で可愛いと思います。パサパサに乾燥することなく、ベタつきも一切ないところが個人的には使いやすいです。では、ティッシュオフします。ティッシュへの色移りはこんな感じです。高発色なタイプなので色移りはかなり気になりました。ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。塗りたてがかなり高発色だったので、塗りたてと比較をすると色味が落ち着いている感じはしますが、それでもかなり色味が綺麗に残っていると思います。ティッシュオフ後で今回ご紹介している他のリップの一度塗りの状態くらいの発色の良さです。そして発色の良さはもちろんですが、きちんとツヤも残っているところがすごく綺麗です。では再度塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色残りはこんな感じです。
塗りたてがかなり高発色でツヤツヤだったので、塗りたてと比較をすると落ち着いている感じはしますが、くすまずに塗りたての鮮やかさを保ったまましっかり色残りしてくれます。ただよく見ると唇の内側は薄まっていたりなど、裏が少し気になる印象です。そして質感は、塗りたてはオイルっぽさやベタつきを一切感じさせなかったので、少し乾燥が気になるかなと思いましたが、長時間つけていても乾燥することなく、程よいしっとり感が残ってくれました。鮮やかさと発色の良さ、適度な保湿感を持続させたい方におすすめです。続いては、シアーな仕上がりなのに色持ちもいいシュウエムラをご紹介していきます。シュウエムラは程よいオイル感を含んだ化粧水を塗っているような、全く重さや厚み、膜感を感じないリップです。きちんと保湿されている感じはしますが、全くベタつかないので、口紅が苦手な方にもかなり使いやすいと思います。香りはパウダリーなスキンケアアイテムのような香りが結構強めに感じられます。引きで見るとこんな感じです。何も塗っていないかのような全く負担感のないリップですが、シアーながらもきちんと発色を楽しめるのと、微細なラメも入っているので、自然なツヤ感を演出してくれるところもとても可愛いです。近くで見るとこんな感じで、適度な透け感は残しつつも、きちんと発色も楽しめます。微細ラメがたっぷり入っているので、目立つかないけれどしっかりツヤが楽しめるところも素敵です。ではティッシュをしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。もともとシェアなタイプというのもありますが、色移りがかなり気になりにくいです。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じで、ティッシュオフ前と全く変わらないくらいしっかり色味が残ってくれています。表面のリキッドがオフされるからか、中に入っているラメがより際立って、ティッシュオフ前よりもさらにツヤ感が増したように見えます。シアーながらもかなり摩擦に強いリップなんじゃないかなと思います。では塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色残りはこんな感じです。塗りたての時点からかなりシアーでしたが、飲食をするとほぼカラーは落ちてしまう感じがして、ラメだけが残るような印象です。つけ心地としては時間が経っても乾燥することがなく、塗りたての時のような何も塗っていないような軽やかさと適度な保湿感を持続してくれました。とにかく軽やかな塗り心地のリップを探しているという方や、ティッシュやマスク、カップや食器への色移りを最小限にしたいという方におすすめです。続いては、スキンケア効果とティント効果を兼ね備えていて落ちにくいと人気のアディクションです。アディクションはバームのような滑らかな質感で、唇にしっとり潤いを与えながら伸び広がってくれます。ベタつきは感じませんが、唇にしっとり馴染むような保湿感があります。香りは無香料タイプです。引きで見るとこんな感じです。ベースのティントは唇に馴染むような穏やかなツヤですが、こちらも先ほどご紹介したシュウエムラと同様、中に微細なラメが入っているので、自然なみずみずしいツヤ感を楽しめます。近くで見るとこんな感じです。今回ご紹介している011にはゴールドの微細ラメが入っているので、立体感と華やかさを演出してくれていてとても綺麗です。発色が強すぎるタイプではないですが、ピタッと密着して唇全体を覆ってくれます。ベタつかないのに滑らかな塗り心地で、唇の乾燥が気になる時にも使いやすそうです。ではティッシュオフしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。比較的穏やかな色移りかなと感じます。ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。ティント自体のツヤ感と色味は少し抑えられる感じはしますが、中に入っているラメの効果で適度なツヤ感は残る感じがします。では塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色持ちはこんな感じです。塗りたてよりも色味やツヤはかなり抑えられましたが、全体に均一にうっすらと色味が残っている感じがします。リップ自体のツヤは落ち着きましたが、ラメが残るので、マットに寄りすぎる感じも気にならないです。そしてこのリップのすごいところは、色味は落ち着いても塗りたての滑らかな保湿感はきちんと持続しているところです。ヌーディーなカラーを自然に持続させたい方や、色味は落ち着いてもしっとり感を持続させたいという方に特におすすめです。続いては、むっちりしたツヤ感が持続してくれるエレガンスです。エレガンスは今回ご紹介している10種類の中でも一番粘度が強く、リップパックをしているような保湿感があります。ベタつきが残るリップが苦手という方には少し注意が必要かもしれません。香りは少しパウダリーなスキンケアアイテムのような香りが結構強めにします。切り見るとこんな感じです。
かなりしっかりした発色の良さと、むっちりしたツヤツヤ感がとても可愛いと思います。唇の色素をしっかり覆って光をすべて反射するような立体的なツヤツヤ唇に仕上がります。とにかくツヤを出したいという方にとてもおすすめなリップです。ではティッシュをします。ティッシュへの色移りはこんな感じです。かなり高発色なリップの割にはそこまでべったりついている感じはしませんが、やはり色移りは気になります。そしてティッシュオフ後の唇はこんな感じです。塗りたての状態がかなり高発色でツヤ感も強かったので、塗りたてと比較をすると落ち着いている感じはしますが、それでも唇に均一にしっかりカラーが残っているのと、きちんとツヤが残っているのがわかりやすいと思います。日常のメイクではティッシュオフ後くらいの方が使いやすいんじゃないかなという印象です。では塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色残りはこんな感じです。塗りたてがかなり高発色でツヤツヤなので、塗りたての状態と比較をすると色味が落ち着いている感じはしますが、ムラになることなく均一にしっかりカラーが残っているのと、くすまずに鮮やかさを保っていたり、自然なツヤも残っているところがとても優秀だなと思います。時間が経っても唇をしっかり保湿してくれるようなしっとり感も持続してくれるので、保湿力、くすまない鮮やかさ、マットによらない自然なツヤ感をバランスよく持続してくれるリップかなと思います。最後はティントタイプのスナイデルビューティーをご紹介していきます。スナイデルビューティーは程よいオイルっぽさも感じるみずみずしい塗り心地で、少し時間を置くと唇にピタッと密着してくれます。ティントタイプですが唇がかさつくこともなく塗りやすいです。香りは無香料タイプです。切り見るとこんな感じです。塗り心地と同様のみずみずしいツヤ感がとても綺麗です。そしてこちらのリップにはプランプ効果があるからか、塗ってから少し時間を置くと赤みが増すような感じがします。強いピリピリ感や清涼感はないので、とても使いやすいプランプ入りのリップだなと思います。近くで見るとこんな感じです。程よい透け感はありますが、唇自体の血色感がアップしているので、きちんと色味が乗っている感じがするのと、みずみずしい濡れたようなツヤ感が綺麗です。ではティッシュをしていきます。ティッシュへの色移りはこんな感じです。唇の中心部分は落ちますが、かなり色移りはしにくいタイプだなと思います。ティッシュオフ後の唇はこんな感じです。塗りたてのツヤ感は結構抑えられる感じはしますが、色味はかなり残っている感じがします。やはり唇自体の血色感がアップしているので、色残りも良さそうです。では塗り重ねて、飲食後の色持ちを見ていきます。飲食後の色残りはこんな感じです。ティントタイプに加えてプランパー効果もあるからか、表面のリップが落ちた後もしっかり色が残っていて、血色感もきちんと残っています。塗りたてのツヤ感は抑えられますが、唇自体にしっかり色味を残したいという方にかなりおすすめです。これだけしっかり唇を染めてくれていますが、パサつく感じもしなくて、塗りたてのみずみずしい適度な質感も持続してくれています。ティントタイプを使うと乾燥や皮むけが気になるという方にも安心して使いやすそうです。最後に10種類をまとめて比較していきます。まず、ティッシュへの色移りについて。一番色移りしないのはシャネル。続いて、シュウ上村でした。シャネルは透明なグロスのみで、カラーは全く色移りしませんでした。シュウ上村もかなり気になりにくかったので、ティッシュやマスク、カップや食器などへの色移りを防ぎたい方にかなりおすすめです。そして飲食後でも一番色が残っていると感じたのは RMK。続いてシャネル、3番目はエレガンスでした。RMK は塗りたてと比較をしてもツヤが落ち着くだけで部分的に薄まったりムラになることなく色味がしっかり残っていました。シャネルは上に重ねる透明のグラスが落ちるとツヤがなくなるので塗りたてとのイメージの違いが出てきますが、色味自体はほぼ落ちていなくてこちらもかなり色残りが良かったです。そしてエレガンスは塗りたての高発色感やツヤツヤ感と比較すると落ち着く感じはしますが、こちらもムラになることなく均一にしっかり色味が残ってくれます。はい、ではこんな感じでツヤ仕上がりの落ちないリップ10種類を徹底比較していきました。まずどのリップも落ちにくいアイテムなのにパサパサに乾燥してしまったり皮むけする感じがしなくてしっとり感も持続してくれるところがさすがだなと思いました。唇のコンディションや過ごし方によって仕上がりや色持ちに違いは出てくるかと思いますが、
少しでも参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。